アローハ、ヒーリングフラノコラのロコです。今日は同じ立ち位置に帰ってくる方法というテーマで、具体的なイメージングができるようなやり方をご説明していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。じゃあやってみましょう。同じ立ち位置に帰ってくることをイメージしてステップを踏むということの説明をしていきたいと思います。軍舞をする時でも同じ立ち位置に帰ってくるのはとても大切なことになります。同じ立ち位置に帰りたいとみんなが思っていてもなかなか帰れないとかね、最初のうちはね、どうやって帰ったらいいのかがわからないとか、そういうのいろいろあると思うんですけど、自分が右寄りなのか左寄りなのか、前に進んじゃうのか後ろに進んじゃうのかっていうのを把握してない人も実際多い気がします。なんとなくとりあえず踊ってみて、なんでいつも同じところに帰ってこないんだろうっていうことになる。やっぱ自分の傾向を知っとかないと、それを直すことっていうのはなかなか難しいことになってくるので、自分の立ち位置っていうのを視覚化するっていうのかな、イメージングできるっていうのがとっても大事だと思うので、その辺の説明をしていきたいと思います。今私はこのイプを置いてます。このイプが私の帰る位置ね。私はイプの前に立ちます。でこれで横にかごろしても同じ位置に帰ってくる。まずはやっぱ自分のゴールっていうか、自分の立ち位置をしっかり理解しましょう。前と横、自分が今いる位置を確認してから踊り出しましょう。こうするでしょ。で横に行く、行って帰る、横に行って帰る。でその時に自分の立ち位置を確認する。私はこのイプの前にまた戻ってきていると思います。帰ってこれてますね。ではこれから自分の立ち位置に帰るとはどういうことかっていうのをイメージするために、この足を使っていきますよ。ここに足型を置きました。これがカホロの足型っていうので足型を置いてます。これがね、もともとイプがあってさ、こう立ち位置ね、これが立ち位置でしょ。でこうなってるってことね、こうなってる、こうなってて、でこれが右にカホロってなったら123タップで2234という感じで同じ位置に帰ってくるんですね。要はもし模造紙があって足の裏にインクをつけてたとして、インクでハンコを押すとしたら、足型はどこにもここにもたくさんつくんじゃなくて、理想はこの足型の上にだけスタンプがある感じが理想となります。このカホロの幅はお教室によって足の幅っていうのはちょっと違うかもしれないんで、ステップが大きなところもあればちっちゃなところもあるかもしれないし、ここの足との足との間隔も違うかもしれないんですけれども、要はどんな足幅であっても一緒で、その足幅通りにこの足を置けてるかっていう感覚、それをイメージして踊れるかどうかっていうのは大事なんじゃないかなと思うんですよね。カホロのたびにこうなんかちょっと斜めに行ったりとか、こう行ってしまったりとかね、斜め上に行っちゃったり、要は前に行く人っていうのはだんだんこのステップがさ、ここの重ならなきゃいけないところがこっからちょっとずつ前に出ちゃう。で戻りはそのまま戻ってきちゃうとかね、それが重なればさ、どんどん前に行くし、逆に立ち位置が後ろになっちゃう人はこう行っちゃってるってことね。ちょっと極端な例だけど、でそのまま帰りはこうやって帰ってきたりとかさ、逆にこっちには行けるんだけど帰りがちょっと下がるとかね、そんな人もいるかもしれません。でやっぱり右に寄っちゃう人、こっちに寄っちゃう人はステップがここがだんだん大きくなって帰りがちっちゃくなってるとかで、こっちに行く人、左に行く人はこっちが小さくてね、こっちの方、右の歩幅がちっちゃくて今度左が大きくなってこっちに戻っていっちゃうとか、要はここにこの黄色いところに帰ろうと思ってステップを踏むか踏まないかで、ここに戻ってこれる確率っていうのはやっぱちょっと高くなってくるっていうかな、ここの位置っていうのを自分の中に置いてステップを踏めてるかっていうのはとても大事な要素だと思います。これはヘラの足型で、こっち左足こっち右足ね。
でこれがヘラ出したところね。でヘラもこの位置に出すっていうイメージを頭に持ってほしいんですよね。こっち左足かこっち右足ね。でこうヘラでね後ろに下がる人とか前に帰る人って多いんだけど、これでここに足を出して戻した足が後ろに行きがちな人で、こう出したら今度足りなくなるじゃない。ここがね後ろに下がったから。でまたこの人がまた後ろに戻っちゃうってなって、ヘラをするたびにどんどん後ろに行く人っていうのはここに戻せてないんですね。足がこう戻せてない、こう出した足をこう戻せてないのね。で今度逆に前に行く人もいます。こうなってる足をちょっと足らずとここ前に出てくるのね。でそしたら今度遠くなるじゃない足がね。でまたちょっと前に出る。でこれの繰り返しでヘラするたびにこうヘラするたびにね、戻りがちょっと前になってきて、こんなに極端に前には出ないんですけど、戻す足をここに戻さなきゃっていう、この黄色と青のさ、右足と左足のこの残像っていうのかな、ここに戻そう、ここに戻そうっていう意識が大事です。なのでレッスンするときは自分の足を鏡を見て自分の足が戻せてるかどうかっていうのは確認するのは大事ですね。かかとっていうかその戻した今残ってる足の横にちゃんと自分の足が戻ってきてるかっていうのを確認することが大切です。で続きましてはレレイムワ、全身ね4歩前に出て4歩下がる足の時、これで結構ね後ろに下がる前に行く、これは結構立ち位置に戻ってこれない人は多いかと思うんですけど、これがこれどうしましょうかね右足左足でしょ。だからまず一歩出すじゃない、右足出して、でその次左足をちゃんと自分の足の幅分前に出す。この時に足の幅を狭めたりしないってことね。この一直線上になろうとしたりせずにまっすぐ前に出すのね。でその次また右足を自分の足分また前に出すでしょ。自分の足越えて、でこれもまた出す。そしたら今度同じこのフットプリントの元に戻りたいわけ。これがイメージできてるかどうかが結構大事だ。こっからこの足が左足を今度下げて右足体重になって、次左足を下げるときにここに置けるかどうかが大事なんですね。でその次またこの下げる足をここまで持ってこれるかどうかで下げて戻る。多くの人は見てるとね、前はね前だから行きやすいわけで、逆に前がこうやって大きく歩幅がどんどん大きくなったりとか、これ体幹が弱いとこの足がさ辛抱できないっていうか、このバランスが取れなくなると歩幅を大きくするかもしくは小さくするかどちらかになるんですね。なのでしっかり自分の足分抜く、自分の足分抜く、自分の足分抜いていく。で今度もちゃんと自分の足分抜いてしっかりとここに帰ってくる。よくあるパターンはさっきも言ったけど、大きくなっていって、で戻りがすごいちっちゃくなるの、こうやって。そうするとさ、だんだん立ち位置が前に行くじゃない。それ繰り返したらどんどん前に行く。で逆に体重がねかかとに乗りやすい人はこう行って帰りがドンとなって大きくなって下がっちゃうとか、体の中心っていうかその体幹がしっかりあるかないかで、これがねバランスはねよくわかると思う。この足の練習すれば私は体幹は鍛えられていくと思ってるんですよね。で自分のフットプリントをイメージできるかどうか、自分が置いた足のところにまた同じように足を置くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。ドタバタとした説明動画になってしまいましたけれども、お分かりいただけましたでしょうかね。具体的に自分の足型、自分のフットプリントのことをイメージする、それはすごく大事なことなので、ぜひ自分のステップ練習の中にそのイメージを置くっていうことも頭の中に入れて練習を重ねてみてください。同じ立ち位置に帰ってこれるということは無駄な動きが減っていきます。無駄な動きが減っていくととてもコンパクトに、そして体幹もついていきます。なのでコツコツとね練習をいつものように重ねて、しっかりとした体幹も身につけ、そして同じ位置に帰ってきて群舞で踊っても綺麗に揃うようになりますからね、ぜひ重ねていってください。
このようにロコラチャンネルではフラダンスが上手になるためのワンポイントアドバイスをさせていただいております。もし気に入っていただきましたら、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンもお願いいたします。高評価ボタンを押していただいたりですとか、チャンネル登録をしていただけますと、多くのフラダンサーの方にこの動画が届くようになっているようですので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお目にかかれると嬉しいです。ヒーリングフラロコラのロコでした。じゃあねー。